さんこんにちは、おちょさんです。今日は、ちょっと間が空いてしまったんですけれども EDFC の後編ということで配線の方をやっていきたいと思います。配線の引き回しとかですね。で、前回モーターの前編ということでモーターの取り付けの方はやったんですけれども、ちょっと時間がなくて配線の方はできなかったので、今日はちょっとあいにくの雨なんですけれども配線の方をいろいろ引き回しやったりとか電源を取っていったりとかしていきたいと思います。それでですね、私いろいろ整備系の動画とかを何本か出してるんですけど、電装系というか配線とかね、そういう関係の作業がものすごく苦手なので、ちょっとすごい心配ではあるんですけれども、頑張って、作業の方やっていきたいと思います。それでは EDFC の後編配線の引き回しということで、早速やっていきます。前回ですね、完全に配線やってないわけではなくて、ちょっとだけは引き回ししてあるんですけれども、しっかり配線まとめたりとかちゃんと固定したりとかそういったのはしてないので、今回はですね、いじらなくてもいいようにしっかり完璧な状態でやっていきたいと思います。で、まずリアの配線からやっていくんですけれども、内張りを剥がさないとやりづらいので、内張りをですね外していきます。よいしょ。ちょっと避難させておいて、よいしょ。よいしょ。一応現状でこんな感じになってます。ここから EDFC の配線が出てて、向こう側もこっち側もですね。でこっちに引き回してきて、で、この下にですね、今ちょっとギュッギュッって思いっきり適当に入れてあるんですけど、ここに配線が入ってます。この下ちょっと見づらいんですけど、この下に配線が入ってます。でそれがここに出てきて、リモートコントロールドライバーユニットっていうものを、ここら辺にペタリと貼り付けて配線を適当にまとめてっていう感じになりますね。でつける向きがあるので、それも確かこっちだったかなをこういう風に貼り付けないといけないんですけれども、それもね、私適当に前回やった時は向きも間違えたままつけちゃったので、それも一回外して、で今回はそれもつけていきます。硬っ。よし。はい、今あらかた内張りを外したんですけれども、リアの配線は一応こんな感じになってます。で前回 EDFC をつけた時にもう本当に時間がなかったので、もうバーッと適当な感じで配線をやっちゃったので、すごく雑な配線になってます。右側と左側の配線がこう来てて、でこのコントロールユニットにつながってて、で電源が運転席側の足元にあるヒューズから取ってるっていうような感じになりますけれども、さっきも言ったようにですね、ほとんどしっかり固定とかをしてないので、こういったのもブラブラの状態で非常に危ないので、今回は、しっかり固定の方をしてやっていきたいと思います。で運転席側の方で最後まとめたくないので、最初に向こう側から配線をやり直して、でこっちにダーッと持ってきて、最後リアで余分な配線を全てまとめるような感じで今回はやっていきたいと思います。よいしょ。いしょ。
うわ、改めて見ると汚いな。なんか ETC とか、あとなんだっけな、油温計とか、あとバックカメラの配線とかも全部まとめてあったので、ちょっとそれもこれを機に綺麗にまとめちゃえればまとめちゃいますね。とりあえずヒューズボックスの下あたりの配線はいい感じにまとめ終わりました。で、この配線さっきリアでまとめちゃいますみたいなこと言ったんですけど、いろいろやってたらいい感じにまとめられたので、フロントにもう全部一色単にしてまとめてこんな感じでしてあります。で、このカバーの下に入れ込んでごちゃつかないようになっているので、これでいいかなと思います。こんな感じです。あとは、リアの配線はここのところに、足元のところに這わせてダーッとこっちまで持ってきてる感じです。で、あとはここがこのウェザーストリップ通して向こう側に配線を流しているので、あとちょっとリアもう一回やるときにお見せしますね。電源はこんな感じでヒューズボックスからバッチョクとアクセサリーから取ってます。はい、一応運転席周りの配線なんですけども、最初ね、ETC とバックカメラと油温計と配線が結構いっぱいあってごちゃごちゃだったと思うんですけれども、結構いい感じにまとめられたかなと思います。あと EDFC の本体のユニットっていうんですかね、フロントにも一つユニットがあってリアにももう一つユニットがあって、その2つのユニットを無線でつながるようになってる、本体みたいなユニットなんですけど、それは、こんな感じで足元ですね、右足の下の方って言ったらいいんですかね、そこら辺に両面テープで固定してあります。こんな感じです。うわー、なんか虫出てきたー、びっくりした。何これ、なんか蜂の死骸出てきた。蜂かな、オブかな、怖っ。ほい。よいしょ、できました。運転席の下はこれで終わりになります。ちょっと片付けて次リアに移ります。はい、それではリアのトランク側の配線をやっていきたいと思います。ここら辺にあらかた適当にまとめてはあるので、リア側のコントロール、ドライバーユニットとここのごちゃごちゃした配線たちをいい感じにまとめて綺麗にやっていきたいと思います。そうしましたら一番最初にどうしようかな。まずユニットくっつけちゃうか、ここら辺に。よし。なんか両面テープを貼るときにここの空気穴を塞がないようにしないといけないみたいなので、そこだけちょっと注意が必要です。
EDFC のリアのコントローラーユニットは、こちらですね、トランクの壁面というんですかね、内側の壁の部分にこういう感じで貼り付けました。で、配線はさっき、向こう側を通してきたこの配線をここからピョロッと出して、でリアの右側とリアの左側の配線がここから来てて、でこの下をギュギュッと押し込んで通してます。でこのカバーがこういう感じでつくんですけども、なんか場所探したらこの奥あたりに空洞があるので、この奥あたりにちょうどいい感じにギュギュッと入れ込めたので、これで抜けないしガタガタ音もしないしいいんじゃないでしょうか。で、アースはここから取りました。アースはここから取りました。で干渉しないようにちょっと配線止め金具でいい感じに道を作ってっていう感じですね。まあ私もそんなに配線の引き回し得意じゃないんですけれども、まあ綺麗にできたんじゃないでしょうか。あとはちょっと内張り戻していきたいと思います。で今までこのリアのトランクの右と左のここのカバーですね、減衰調整の必要があったのでずっと外してたんですけど、今回ありがたいことに EDFC をつけたので、もう減衰調整する必要がないので、これを一緒にはめていきたいと思います。順番間違えたっぽい。こうやな。クリップ忘れてたのでつけちゃいます。はい、じゃあリアの配線の方は以上で終了になります。ちょっとあとトランク周り片付けて、今度はフロントの、配線の方に移りたいと思います。はい、そうしましたらフロントの配線の方をやっていきたいと思うんですけれども、フロントの方は前回 EDFC つけた時にもうほとんど配線の方は完成させておりますので、どういう風に配線したのかっていうのをお見せしたいと思います。ただ1点だけちょっと間違えてしまったことがあって、フロント側の、コントロールドライバーユニットの方なんですけれども、壁面にこういう風に貼り付けてあるんですけど、その貼り付けの向きだけちょっと裏表逆にしてしまったので、それを今回やり直して、で配線の流れをお見せしてっていう形になります。なのでまずここのバッテリーの革ですね、こちらを取り外していきたいと思います。よいしょ。はい、これがフロント側のコントロールユニットですね。でちょっと私間違えてこっち側に、ね、両面テープつけちゃったんですけど、実際つける方は「テイン」って書いてある方なので、こうですね、こうつくはずなのでちょっとつけ直しをしたいと思います。あと配線もね、なんかいい感じにまとめたつもりだったんですけど、その日はちょっと後日こうやって見てみるとなんか雑な感じがするので、これもちょっと直します。こっちに両面テープを貼るんですけども、ここがさっきリアでも説明したんですけど、空気穴らしくここを塞いでしまうとダメみたいなので、この両面テープ貼る時だけここを気をつけながら貼るようにしたいと思います。脱脂をしたので貼り付けます。
りゃ。よし、これで取れないでしょう。はい、一応あまりいい出来栄えではないんですけれども、まとめ終わりました。ですね、ここの配線のところに皆すべてまとめておいた感じです。で、アースもこっち通して、でこれが抜直の線ですね。少し余裕を持たせてあります。でコントロールユニットはここに貼り付けてっていう感じですね。でフロントの運転席側の EDFC の配線なんですけれども、これですね。でこっち側にちょうど、1本分入れるスペースがあったので、ここから中に逃がしてブレーキフルードのところですね。でこれが配線なんですけれども、向こう側にピョインと逃がすような感じで、配線をしてあります。で先ほど見せたようにあそこの位置でまとめてっていう感じですね。フロントはこれで終了になります。はい。で EDFC のコントローラーの方はちょっといろいろ悩んだんですけれども、ここら辺がベストかなと思ってここにつけました。でこういう感じでフロントとリアとで減衰力が今こういう感じで表示されております。でこのつまみをですね、どうやらこういう風にこうぐりぐり回すと減衰力が変えられるみたいなんですよね。今4なんですけど、試しにじゃあ16にしてみましょう。一番柔らかいセッティングですね。聞こえましたか？なんかこうプーって言ってモーターが回ってるんですよ。で4に戻すと、はい、こんな感じで自動的にですね、モーターが回って減衰力が調節できるっていうすっごく便利な代物になっております。あとボタンをこういう風に押すと、今白いバーが左側にいたと思うんですけど、こうすることでこういう感じで、今はフロントだけ、じゃあ10にしてみて、次右側に白いバーがいたと思うんですけど、こういう感じで個別でも調節ができます。で今 GPS のランプがピコピコ光ってると思うんですけど、これ多分、GPS 拾ったら、車速とか取って、くれると思いますので、また詳しいやり方はちょっと説明書見ながらいろいろ頑張って、勉強してみようかなと思います。はい、ということでテインの EDFC 取り付け配線の引き回しですね、作業が終了しました。お疲れ様でした。配線の処理というか、そういったのが結構私苦手な分野だったので、めちゃめちゃ時間がかかってしまったんですけれども、でも今日は時間があったので、ゆっくり落ち着いて配線の方をまとめられたので、結構運転席側の方とか後ろとか、あとフロントのボンネットの中も綺麗に配線の方が処理できたんじゃないかなと思います。これからもっとね、いろいろな配線電装品の取り付けとかやっていって、配線とか電装品結構苦手な方なんですけれども、慣れていけたらいいなと思います。あとまだね EDFC の機械自体はあまり操作方法っていうのがちょっとまだよく分かってないので、自分でいろいろドライブしながらいじってみて、良さというか、こういう風にこういうこともできるんだなとか、こういう時便利だなっていうのをいろいろ自分で感じていけたらいいなと思います。でテインの、皆さん、今回このような素敵なお品物をですねプレゼントしていただき、本当にありがとうございました。取り付けの方はですねすごく大変だったんですけれども、自分の中ですごくいい勉強になりましたし、いい経験になったので、大事に大事にちょっと使っていきたいと思います。本当にありがとうございました。
またね、何か店員さんの商品とかで面白い商品とか素敵な商品あったらいろいろ試して買ってつけていきたいなと思いますので、その時はまたぜひよろしくお願いします。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。本日は店員の EDFC の取り付け後編ということで配線の引き回しでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白いなと思っていただいた方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それから各種 SNS のフォローもぜひぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。イエイ。取り付けしてたら顎蚊に刺された。めっちゃかゆい。